もしも輸送機がその大きさを生かし大量のミサイルを発射できるようになったら、戦局を変える重要な存在になることは間違いありません。現在防衛省は航空自衛隊が保有する C2 輸送機にミサイルを搭載し発射できるようにする計画を進めています。今回の動画はこの C2 輸送機のミサイル搭載計画について、なぜ求められているのか、どうやって行うのかなど、計画の全貌を詳しく解説したいと思います。 C2 輸送機は川崎重工が開発した国産の大型輸送機です。大きな機体でゆったりと飛ぶ姿から、配備基地ではシロナガスクジラを意味するブルーホエールという愛称が付けられていたり、海外では川崎というと忍者というバイクが有名なので、忍者の川崎が作った輸送機という海外独特の知名度も持っています。今回防衛省が検討しているのは C2 輸送機から長射程ミサイルを発射するという事実上のミサイル攻撃機に変える計画ですが、その目的となっているのが敵の攻撃範囲外というはるか遠方から攻撃する、いわゆるスタンドオフ防衛能力の整備です。スタンドオフ防衛能力とは何なのか簡単に説明しますと、まずスタンドオフというのは離れているという意味があり、直訳すれば離れた場所から防衛しようという意味になります。近年のレーダーやミサイルは技術進歩が著しく、自衛隊の装備では相手の攻撃範囲に入らないと攻撃できない装備が多くなりました。そのため有事の際、自衛隊員は攻撃・反撃するにもリスクが高く、これがひいては日本を守りづらくするリスクにもつながっていました。この解決案がスタンドオフ防衛で、敵に攻撃する際、長射程ミサイル、いわゆるスタンドオフミサイルを使うことで、敵の攻撃が届かない遠い位置から攻撃できるようになります。これにより攻撃時の隊員の安全確保ができるだけでなく、そもそも敵に侵攻を考えさせない抑止力としての効果も期待されています。また2022年12月に改定された安保3文書では、日本周辺の安全保障が戦後最も厳しいとした上で、日本への武力攻撃やその着手をした時点、つまり攻撃準備した時点でも敵基地を攻撃できる通称反撃能力が明文化され、その際にもスタンドオフ防衛を行使することが語られていました。現在発表されている限りでは、地上の発射機から発射するタイプや護衛艦、潜水艦、戦闘機からも発射する構想があり、今回ここに C2 輸送機が加わることになります。では肝心のスタンドオフミサイルはどうなっているのかというと、防衛省としてはこれら全てを国産のスタンドオフミサイルで運用したい考えですが、実はまだほとんどが開発中で、地上発射型がようやく量産に入るといったところです。そのため完成までのつなぎとして、しばらくは海外製で揃える方針です。もちろん C2 も同様で、開発中の国産ミサイルができるまでは米国製 JASM-ER の搭載を予定しています。このミサイルはステルス性があるため迎撃が極めて困難と言われており、米軍でも戦闘機から爆撃機までさまざまな航空機に搭載されています。スタンドオフミサイル、スタンドオフ防衛の必要性は分かりましたが、ではなぜ輸送機から発射する必要があるのでしょう。航空自衛隊ではこの JASM-ER を主要な戦闘機からも発射することでスタンドオフ防衛の一翼を担うことになっていますが、こういったスタンドオフミサイルは長射程な分、ミサイル本体も大きく、戦闘機では搭載数が限られています。そこで輸送機の積載量を生かして戦闘機以上に大量のミサイルを搭載・発射できるようにしようというのが今回の計画です。こう聞くと翼に大量のミサイルをつけた C2 輸送機を連想するかもしれませんが、防衛省の考えはそうではないようです。検討されている運用方法は、ミサイルを積んだ容器ごと空中から投下し、空中でエンジンに点火・発射する方式です。つまり外見は変わらずに積み荷にミサイルが入っているというものです。この運用方法にはメリットが多く、まず積み荷がミサイルになるだけなので機体に改造を施す必要もなく、コストも最小限で済み、
短期間で戦力化することができます。しかも戦闘機以上の大量のミサイルが搭載できるので、たった1機でも大きな戦力になります。そのため主戦力である戦闘機などはより脅威度が高い任務に専念することができます。敵側にしても影響は大きく、輸送機の積み荷がわからない以上、戦闘機と同様に全ての輸送機にも気を配る必要があるため、警戒への負担は大きくなります。また輸送機だけに長大な航続距離も持っているので、たとえ積み荷が空でも長時間飛行すればそれだけ敵は警戒する必要があり、敵側の疲労など心理的負担を増大させたり、攻守のバランスを崩す効果も期待できます。ここまで聞いてなんか聞いたことあるなとお気づきの方もいるかもしれませんが、実はこの方式2019年頃から米軍が実験しているラピッドドラゴンというものと全く一緒です。ラピッドドラゴンはスタンドオフミサイルが複数入った輸送機用パレットのことで、普段は輸送機として使い、有事にはパレットを積むだけでスタンドオフ爆撃機にできるというものです。ミサイルは AI による自律制御もできますが、基本的には遥か後方の地上基地が指示を行います。実験ではたとえミサイルが飛行中でも新しいターゲットへの変更など柔軟な対応にも成功しています。米軍では今回日本が導入する JASM-ER の搭載試験も行っており、結果的には C130 輸送機には合計12発、C17 輸送機には合計36発もの運用が可能になったといいます。米軍が NATO 諸国と軍事演習をする際、ラピッドドラゴンを披露することもあるそうで、輸送機さえあればミサイル攻撃機になるコスパの良さから導入検討している国も多いようです。ラピッドドラゴンは実用レベルであると判断されていますが、米軍はミサイルの種類を変えながら現在も実験を続けています。 C2 輸送機の積載能力としては C130 以上 C17 未満というちょうど中間のような性能なので、同じ方式なら少なくても C130 を上回る12発以上の運用能力があると推察できます。スタンドオフ防衛の手段の中でも護衛艦より早く戦闘機よりも多くのミサイルを搭載できる C2 輸送機は今後重要な存在になっていきそうです。実は C2 輸送機にはもう一つの役目も予定されています。それがスタンドオフ電子戦機というものです。これも同じ考えで、敵の攻撃範囲外という遥か遠方から敵勢力に電波妨害を仕掛けたり、逆に敵の電波を解析して敵部隊の情報収集をするというものです。現代の戦闘は通信やレーダーなど電磁波を使うことで成り立っているので、これらを遮断したり解析してくる存在は敵にとって大きな脅威です。ましてや攻撃が届かない遠方からでも可能となれば、敵からすれば保有しているというだけで警戒度も変わってきます。電子戦機は高度な電子情報技術が使われるため、どの国も秘匿性が高く、航空自衛隊含め各国の空軍のホームページ上でも電子戦機だけは掲載を控えるほどです。当然他国に販売されることもめったにないので、基本的には国産開発が前提の特殊な機種ですが、あまりに高度な技術力を必要とするため、開発・保有できる国は先進国の一部の国に限られています。日本も電子戦機を開発してきた数少ない電子戦機保有国ですが、現在配備されているのはあくまで味方の訓練時に疑似的な電波妨害を作り出す、いわば教育用の電子戦機や、他国の電波信号を収集・分析する情報収集に特化した電子戦機でした。防衛省の発表では4機を揃える予定で、メーカーでも2025年に試作初号機の納入を予定しています。また現在1機だけ保有している C2 の改造機 RC2 電波情報収集機もスタンドオフ電子戦機にグレードアップする方針です。ただ肝心の中身の技術はまだ試作段階なので、2028年くらいまでは実用試験が続き、本格的な戦力化は2030年頃と見られています。このように
あちらこちらで需要がある C2 輸送機ですが、前述のラピッドドラゴンのような改造不要な即戦力やスタンドオフミサイルの急ピッチな配備計画、本格的な電子戦機の計画などを見ると、日本の防衛力の整備をかなり急いでいることがうかがえます。それほど日本周辺の安全保障が変化していると捉えることもできますが、こういった装備が抑止力となり使わずに済むことを祈るばかりです。